どうも皆さん、カイトです。弾幕シューティングメトロイドバニアザ・ナイトウィッチをご存知でしょうか。こちらは2022年11月29日に任天堂スイッチ、2022年11月30日に Steam、2022年12月2日に PS4 と Xbox でリリースされたゲームになります。早速ラストまでクリアしたんですけど、想像以上の弾幕を味わえるメトロイドバニアでしたね。見た目の絵柄的には超絶に優しく見えるんですけど、予想を上回る弾幕加減と空中移動のみのショット操作、なかなかに単純で分かりやすいストーリーにスペルというデッキ構築でのダンジョン探索はかなり面白かったです。今回はザ・ナイトウィッチというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、弾幕とシューティング、探索要素がミックスされたメトロイドバニアアクションになります。簡単なあらすじとしては、平和だった人々が暮らすダンジョニダスに危機が訪れてしまい、新米ナイトウィッチとして奮闘します。色鮮やかに表現されているダンジョン内を飛び回りながら探索をして、ショットとスペルカードを使いながら敵を倒していきます。ウィッチということもあって常に操作飛び回りながら行動になり、無限に撃てるショットがメインウェポンです。右スティックでショット方向を決められるマニュアル操作と、一定数方向に倒していると自動エイムしてくれるオート操作になります。サブとしてはスペルカードでの技の発動であり、セーブポイントでデッキ構築ができます。8枚まで装備が可能なんで、ランダムで右下内のボタン割り振り配置にセットされます。スペルはあちこちに落ちているのを拾うか、ボスを倒すことでゲットできます。レベル上げが結構特殊で、住民の評価を上げることでリンクゲージが溜まっていき、チェーンリンクが溜まるとレベルアップします。レベルアップ時にヘルスかマナのどちらかを強化できるので慎重に選びましょう。アイテムは敵を倒した時にゲットできるお金で、エリアにいるスケルトンから購入できる被弾アーマーだけになり、ヘルスが一時的に増えるバフしかありません。ヘルス回復が泉でのセーブ時かハート箱を壊した時のドロップしか回復できないのでご注意を。ちなみにセーブポイントではスペルカードの変更からスペルの試し打ち、一休みができます。道に迷ったらセレクトボタンを押してみましょう。スキルは後々に回避と剣振り下ろしが得得できるんで、探索の幅が一気に広がります。収集要素としては捕らえられた住民たちの救出でのリンク上げ、ユピコインがあります。ユピコインはスペルカードと交換できるんで、できるだけ多く取りましょう。これが現在のメインウェポンで、これが個数ヘルスゲージ、これがランダムで配置されたスペルカードで、これがスペルカードを使用時に必要なマナ個数、これが現在のマナゲージの個数になりますね。ざっくりと説明するとこんな感じです。次にストーリーになるんですけど、あるナイトウィッチたちの大戦争から生き延びた人々が暮らすダンジョニダスが舞台であり、平和に暮らしていたはずがいきなり危機が訪れます。危機を察知した主人公のレインは新米ナイトウィッチとなり、この事件の正体、いやこの世界の真実を突き詰めていくお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、弾幕×弾幕×弾幕。リリース前からトレーラーなどで爽快に動いてるのを見て、これ可愛くて簡単そうと思った方も多いんではないでしょうか。安心してください、全然難しい部類です。東方に比べたら弾幕影は薄いんですけど、それでも激しく弾が飛び交ってくるのがこのゲーム。特に序盤はスキルでの回避得得までが結構な時間を要するんで、慎重に倒していかないと被弾しすぎて結構やられます。ヘルスがゼルダの伝説方式のストックタイプになるんで、マジで一発の被弾がかなりメンタル持ってかれます。常にショットを出しながら相手の弾幕攻撃が来た瞬間に避けに専念する、隙を見てはショットとスペルで一掃するなど戦略性もなかなかに高い。理不尽と思われる攻撃は少ないので、慎重にパターンを読んでから撃破はめちゃくちゃ面白い。ちなみに弾幕ゲームならこちらのラストコマンドや東方ルナナイツもおすすめゲームとして紹介しているんで、よければご覧ください。2、
ストーリーが入り込みやすい。平和な村が突如襲われ、自分自身がナイトウィッチになり、危機を退けるという王道設定なんですけど、主人公の家系が見ていて普通に楽しいんですよね。表情のアイコン数は少ないものの、場面描写ごとでのムーブですんなりと理解できました。個人的にはどんどんイかれていくロビンの狂乱ぶりがほんとたまらん。自分の意に反しての主人公の行動でブチギレていく様が拝めます。あとは敵側の将軍みたいなやつ出てくるんですけど、歴代のリトルウィッチたちの復讐する姿はなかなかに辛辣なものがありました。なんか腕とかスパッと取れちゃう。3、スペルカードのデッキ構築が楽しい。装備しているスペルカードが右下にランダムで3枚セットされるんですけど、組み合わせの運次第がハラハラさせられます。特にボス戦ではスペルがかなり重要になってくるんで、いかに効率よく回しながらベストスペルを引き当てるのが勝敗の要になってきますね。個人的にはマシンガン、ハンドキャノン、デススパイラル、エセリアルソード、マジックアックス、レッキングボール、ゴーストガン、ロケットランチャーが使いやすかったですね。スペルのマークで何かを覚えておくのも重要であって、間違って押して発動させることも多いです。また、届かないパズルギミックがあったら、ハンドキャノンで作動させるのもありですよ。スペルは全部で30種類以上あるんで、自分好みの使いやすいデッキを構築していくのも非常に楽しかったです。4、クリア時間は10時間。村人の全救出とユピコイン集め、カードコンプはできなかったんですけど、ノーマルエンド、新エンド合わせてのクリア時間は10時間ほどでした。ラストは2択での選択になるんで、あえてミス選択をすることでノーマルエンドが見れます。本来なら村人の救出を全部しようと思ったんですけど、エリア選択でのファストトラベルしかないんで、いちいち探索に戻るのが時間取られます。ですが、手間なりにもめちゃくちゃ楽しめたので良かったです。以上になります。弾幕シューティングメトロイドバニアザ・ナイトウィッチ。カートゥーン調の素敵な 2D グラデザに東方まではいかないが程よい弾幕加減、王道のストーリー展開にスペルカードのデッキ構築。良ければ皆さんもナイトウィッチの世界でダンジョニダスを救ってみませんか。きっと弾幕で避けきれない時にこんな攻撃避けれるわけねえだろうとキレ散らかすこと間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。